はい、こんにちは。今回は、シャープ6、エネミーシュートということで、稲葉のうさぎさんを仮想の敵として、マリオみたいに踏んだら死ぬ的な挙動や、攻撃を受けて死ぬみたいなことをやってみたいなと思います。今回から試しに生放送で収録してみようかなと思うので、音量の大きさやが大きい小さいなどがあると、コメントいただけたら再調整したいなと思います。じゃあ行ってみましょうかね。前回もう読み込みの話はしませんよっていう話をしたんですけど、ちょっとそうもいかないかなっていう形で、どれだっけな。シュート。通常攻撃。これですね、このツッコミのやつを、番号的には07ですね。チルノの攻撃パターン A っていうやつ。こっち見てもらえばいいかなと思うんですけど、で、この辺はちゃちゃっといきたいなと思うんですが、稲葉テイの全身交代と、なんだっけ、ダメージこれですね。ダメージ、起き上がりってどれだ？起き上がり。違う。これか。その場足払い起き上がりっていうのが、今回使う素材かなって感じですね。ちょっと BGM あった方がいいかな。よいしょ。どうなんだろう。これ音聞こえてんのかな。よいしょ。さてと。じゃあ、これで素材としては、それでいいかなっていう感じなんですけど、次に白ネジ屋さんのサイトで、素材の中の、どれだ戦闘アニメ。戦闘アニメの、どれだこれですね。これが、氷。必要なのはここのこれっていう感じなんですけど、bice02.png ってやつですね。これを保存しておいて、進めていければなと思います。で、とりあえず前回の続きっていう感じですよね。テクスチャー。呼び込まなきゃいけないのが、なんだっけ。読み込まなきゃいけないのが、この B アイスと、チルノの07。このツッコミのやつですね。チルノの07。で、次が、テイの256。これ詳しくは PDF 参照ということでいきますかね。で、あと段取りとしては、素材をインポートしました。で、どんどん順番に行きましょうか。とりあえず読み込んだやつ全部、右クリックから、Apply Paper 2D Texture Setting で、にじみ系をなくした状態で、
個別に行きますか。個別に、ニアレストと、今回個別にする要因としてはあれですよね。この背景素材が全部違うんで、別々にやっていきますって感じですね。これも色が違うので、黒巻きって感じですね。で、テイはまあ1個やって、1個色を変えた状態で、同じ設定に3つ合わせて、プロパティマトリクスで一斉編集にすれば、この状態で、この状態、これでそうか、ここで別に右クリックできないのか。とりあえず、ニアレストにして、で、アドジャストのところの、これを一番下のこれか。この、どれでいけばいいんだ。まあ、HEXsRGB のこの数字と英字のやつをコントロール C でコピーして上2つのに当てがいましょうかって感じですね。これで抜けてるはず。あれ保存してない。抜けてないんだけど。せっかくなのでちゃんとやろうかな。これでいけんじゃないの？設定はしてあるけど、すべて保存。いいのか。ちゃんとあそこですべて保存しないと、ここに反映されないってことですね。で、とりあえず素材、この氷と、テイと、テイじゃない、チルノと、テイ画像を読み込めたので、次が、なんだ。新しいフォルダを作りましょうかね。新しいフォルダを作るとして、1個はテイですね。これも一応チルノと同じ色にしときましょうか。色味的にはスプライトカラーとしてっていう感じですね。で、もう1個フォルダを、チルノ FX。チルノ用の、なんですかね、エフェクト素材みたいな扱いでこのフォルダを使おうかなと思います。で、氷。で、ちょっと分割していきましょうかね。とりあえずこれを、違う。エクストラクトスプライツを選んで、グリッドスプライトアンダーバーを消して、96。これサイトの方を見れば、そういうサイズで作ってるって出てくるので、このサイズで分割したものをチルの FX に移動させます。で、新しくこのチルのも分割しますかね。これもグリッド、スプライトアンダーバーを消して、80、チルの方は80、96ですね。で、これもチルノの方に移動させます。で、あとはこの3つとも多分同じサイズだったと思うので、これをグリッド、スプライトアンダーバー、80、96。で、もう1個。3つ一緒にやると、どんどん立て続けに立ち上がるって感じですかね。96。次。
アンダーバー消して、80、96。この辺もっと簡略化する方法あったら誰か教えてほしいですけどね。で、この辺の、分割素材は、まあ、いっぺんにっていうのも難しそうなので、まあ、グループごとにコピーしましょう。こんな感じかな。よいしょ。分割ができたら、まずじゃあ、テイの動きから作ってみましょうかね。テイのマテリアル02の0からいくつだ0から9までを使って、クリエイトフリップブックで、これは、テイ01アンダーバーウォークにしましょうか。歩き。でこの歩きが、今回テイはゆっくり歩きさせたいので、15から10に、なんだ、こうすればでかくなるのか。フレームパーセコンドの値を10にしときます。で、保存して閉じます。よいしょ。で、次に、ちょっとダメージを受けるって感じのやつやってみましょうかね。2、4、5、6。テイマテリアル05の2456を、クリエイトフリップフックで、これはテイ02アンダーバーダメージにしましょうかね。で、これもちょっと15だと早いので10にしましょうかね。こうしとくとサイズがでかくなるかな。10です。で、次が、03は、ですは、この辺でしたっけ。2、テイマテリアル06の2345。2345を使って、テイ03アンダーバー、ですにします。です。で、これもちょっと早いかなっていう感じなので、10にして、この最後の、これをちょっと長めにして、なんていうんですかね。止める。アニメーションが終わったら、この5枚目の状態で止め画像に変更するみたいなことをしてもいいかなと思うんですけど、とりあえずこれ伸ばしちゃった方が楽なんじゃないかっていう形で、このスプライトの3番のフレームを30にして、ちょっと長めに取っとくと、ループにならないうちに消しちゃおうかなと思います。で、次に、チルノのツッコミ画像をちょっとやりましょうかね。チルノのフリーチルノ07のアンダーバー2ですかね。これをクリエイトフリップブックで番号をチルのこれ一回通しで作った時には5番あたりが良かったかなという形でチルのアンダーバーシュートの1個上の階層に持ってって、テイに関して、テイもそうですね。テイも1個上の階層に持ってきましょう。で、この状態で、あともう1個必要なのが、
氷。氷は別にそのままでいいんだっけな。まあ、使うのはこのアイス024ですけど、これは別にフリップブックにする予定はないので、まあじゃあこのまま行きましょうか。じゃあまあ素材が揃ったので、この状態で、なんつうんですかね。これで言う、テイ、あれ、どこや。このテイを作っていきましょうかね。こう、ブループリントで。ブループリントで作るために、ブループリントフォルダーのオブジェクトフォルダーの中の、どれだどれだっていうか、新しく作る形で、ブループリントクラス。で、まあ、なんか細かい動きをさせたりするんであれば、まあ、キャラクターを選んだり、まあ、ポンを選んだりっていう形になるかなと思うんですけど、今回は、まあ、極力、まあ、軽めな形でやってみようかなということで、アクターでやっていこうと思います。なんか細かい動きみたいなのはちょっと、なんですかね。ここで説明しましょうか。どれだこれか。前こういう、なんていうんですか、マリオっぽいやつで、クリボーとか、ノコノコみたいなやつを、作ったんで、まなんだちょっと細かい動きをさせてみ、まあ、今回はより簡単な感じにするんですけど、まあなんか、なんだろうな、上から物が落下してみたいな、そういう感じの敵を作ってみようかなっていう場合は、過去のこの 2D サイドスクロールエグザンプルっていうやつが、まあ、そこそこ、なんだろう、見れる。まあ、まだ完璧じゃないんですけど、ある程度参考になるんじゃないかと思うので、見といてもらえればなと思います。で、今回、簡単な敵キャラを作ろうと思うのはアクターで作りたいと思います。で、BP、アンダーバーエネミー、アンダーバー、テイにしましょうか。BP エネミー、アンダーバーテイ。で、この状態で、今回は白い玉は欲しくないので、シーンで、白い玉を消して、で、サイズ的にはというか、チルノとサイズはほぼ一緒なはずなので、カプセルのサイズを、チルノに合わせるって形で、96、40、44かな違う、40か。96、40っていうのがチルのサイズなので、それに合わせてカプセルのサイズをこのサイズで作っていきます。で、一応カプセルはサイズ確認用っていう感じですけど、あとは、この状態で、スプライト、ペーパース、違う、フリップブックですね。フリップブック。ペーパーフリップブック。ペーパーフリップブックを出して、テイウォーク。選んで、この状態で、サイズを2.5。ちゃんと確認するために右にして、ライティングなしにした方がいいかなと思うので、これで、これくらいですかね。20。サイズ的には、2.5 倍にして20。X20。X ね。Z が20。っていう形で、この敵側というか、
まあ、待機モーションとかはないので、もう常に歩いてるっていう形にしたいなと思います。で、あと追加で必要なのが、上側から踏んだらやられるっていう扱いにしたいので、このボックスコリジョンを1個用意したいなと思います。高さ100で、サイズを32、32の、いくつにしようか、4くらいにしましょうか。こういう感じの、オーバーラップボックスコリジョンにオーバーラップしたら、まあ、定義がやられるっていう形にしたいなと思います。で、今回、動きに関してなんですけど、動かし方として、なんちゃらムーブメントっていうのがいくつかあるんですけど、あんまりこういうフローティングポーンムーブメントって使ったことないんですけど、このインタープトゥムーブメントっていうのが、まあ、指定の位置をこう、行ったり来たりみたいなことをするようなやつで、もう一個今回使うのがプロジェクタイルムーブメントっていう、まあ、プロジェクタイルっていうのは発射、まあなんかその、ピストル撃ったりとか、まあなんか、まあ何かしらこう撃つみたいな挙動をさせるときに、まあ、使うかなっていうところで、まあ、今回その定位の動きに関してはこのインタープトゥムーブメントを使います。で、まあ、右側に書いてある指定時間のポイント系列の間でルートコンポーネントを移動します。まあ、なんだろうな。わからない人が見てもわかんない気がしますけどまあ、とりあえずこれを当てがってあげると、まあ、とりあえず、これあれですね、全く知らないとこう、これで動くのかと思うとちょっと動かなかったりするんですけど、ただまあ触るのはここだけですね。コントロールのデュレーションとこのコントロールポイントってところで、ここ2個ポチポチってやると、まあ、初期位置から、次どこ、初期位置からどこへ行きますかみたいなところで、まあ、今回は一応400っていう値を入れると、X の値が、まあ、この状態でいくと、こう400分右に移動しますよっていう扱いですね。で、今のところこれ1秒で右に行きますよっていうのを、まあ3秒くらいにすると、まあ今、まあこっちで考えてる感じの速度になるかなっていうのが3秒なので、デュレーションを3にしています。で、ここと、このワンショットっていうのが1回右に行ったら終わっちゃうのを、ピンポンっていう、まあ、行ったり来たりするっていう形のやつにすると、まあ、おおよそ、なんだろうな、まあ、行ったり来たりするキャラクターはこう、キャラクターまあ、キャラクター用というわけではないんですけど、今回はこれをキャラクターに当てていきます。でも多分これで、動くんじゃないかなと思うんですけど、これくらいでやってみましょうか。試しに。おっとっとっと。で、まあ、敵というかまあ、右行って左行ってっていう感じですね。ちょっと BGM がうるさいな。BGM がうるさい。BGM 全体的におっとっとっと。全部下げましょうか。セット、トリックス。一斉編集で、ボリュームを全部0.1にしましょうか。すべて保存。これで試しに、あれ 0.1 でも結構音がするんだけど。0.1 でも結構するな。まあ、これはまあ、こっちのイヤホンに聞こえてる音がするだけなのかもしれないですけど、まあ、この辺はちょっと後で動画を見ながら
次回に音量調整に活かそうかなと思うんですけど、とりあえず、ちょっとこれ音消そうか。停止じゃ止まんないのか。どうしようか。これ消そうか。この状態で、動きを見ますかね。左から右に行って、400行ったら戻ってきてっていう動きがあるんですけど、あとはこれを画像反転させていこうかなと思います。よし。じゃあ行こうか。で、この定位を反転させるためには、イベントグラフに移動して、このインタープトゥムーブメントのこのインタープトゥリバースっていうのが、折り返し地点に来たら、何かしら呼ばれますよっていうやつがあるので、これを使っていこうかなと思います。これ、折り返し地点に来たら、っていう形で、画像をそのタイミングで180度回転させるっていう形に取ろうかなと思うので、ここで、フリップ、フロップ。はい、ここはあれですね、日本語で説明はないですけど、ここに来るたびに2つのコードを、交互に繰り返すっていうやつですね。で、これを使って、画像を回転させたいんですけど、どうしましょうかね。これで、セット、ローテーション、ローテーション、セットアクター、ローテーション。フリップブックの、どれでいきましょうかね。多分、親を基準としたコンポーネントの回転のこのセットリレイティブロケーションペーパーフリップブックっていう形で、これを使って、Z 値180っていう風にやると、おそらくこれで回転するじゃないかなこれで回転してくれませんかねっていう形で、折り返し地点に来たら処理が走るっていう形で、定位が歩くっていうのは、インタープトゥのリバースの、なんていうんだこれ。衝突したら呼ばれるってやつで、フリップフロップは2つのコードを交互に繰り返すってやつですね。これで一応右と左行ったり来たりするかなと思うんですけど、次にやることとしては、頭の上のボックスを、チルノが踏んだら、倒れるっていう形で組んでみようかなと思います。で、これで、やり方としては、このボックス、頭の上のボックスを選んだ状態で、コンポーネントビギンオーバーラップを追加で、チルノが踏んだらっていう扱いで、アザーアクターってところを右にドラッグして、2D と打つと、今のところそのチルノのキャラクターは 2D サイドスクローラーキャラクターって扱いなので、これを、選択すると、
ボックスに対して、チルノが触れたら、オーバーラップしたらっていう扱いですね。で、触れたらどうなるかっていうところで、まあ、なんだろうな。テイが倒れるっていう扱いにする前に、まあちょっとこう踏んだっていう扱いをするために、ちょっとチルノが踏んだらちょっとジャンプするみたいな、そんな処理を入れたいなと思います。で、これが、この 2D キャラクターのこの青の部分で、ローンチって読むんですかね、なんていうんですかね、ランチキャラクター、ロンチキャラクター。読んでみましょうかね。キャラクターの保留中の起動速度を設定します。速度は次のキャラクタームーブメントコンポーネントティックで処理され、落下ステートに設定されます。オンランチドイベントをトリガーします。ちょっと何言ってるかわかんないですね。で、とりあえずこれを、やった状態で、今回はこの上、Z 方向に600ジャンプするっていう形にしたいなと思います。で、なんかこの辺はっきりとあれなんですけど、なんだろう、この、なんていうんだ、Z オーバーライドにチェックを入れておくと、なんか、あんまりあさっての方向行かずに極力 Z 方向に補正というか、まあ Z 方向に行こうとしてくれるかなっていう形なので Z オーバーライドにチェックを入れておきます。で、ここまでやったら、この後に、なんだろうな、死にましたっていうデス関数っていうのを、まあ、キャラクターの方にもデス関数が走ってると思うんですけど、そういう感じのやつを、まあ、ここにカスタムイベントとして用意したいなと思います。カスタム。CUS でカスタムイベントを追加して、です。これどうなんですかね、このキャラクターの中にある関数に関しては、ですでいいのか、もしくは後々分かりづらくならないように、定位ですとか、なんか、エネミー定位ですとか、そういう形にした方がいいんですかね。まあその辺、そのプログラムというか、まあちゃんとその辺分かってる人がいたら教えてほしいんですけどね。で、とりあえずこのデスカスタムイベントを用意したら、これをどうするんだ。セットアクター、順番があれですけど、セットアクター、エナブルコリジョン。セットアクターエナブルコリジョン。このチェックが入ってない状態だと、なんていうんだ、コリジョン、もうこう定位にコリジョンがなくなりますよっていう、あれですね。何かが通り過ぎてももう何も感知しませんっていう状態ですね。で、これを入れて、セットフリップブック。チルノの場合は結構、フリップブックを細かく設定したんですけど、テイの場合はまあ3枚の画像を切り替えるだけなので、セットフリップブック、っていう形で、もうここに直接フリップブックをこれに変更しますっていう形のやつを当てていこうと思います。03ですっていいのかな、違う。あ、いいのか。ですでいいんだよね。これで踏まれましたっていう状態にして、で、踏まれたら動かなくしたいんで、動かなくさせるのはまあ、どうしたら動かなくなるかなっていうところで、これ、インタープトゥームーブメントっていうのが、なんかティックが内部で走っているらしいので、これをティックを止める。
セットティックエナブル。これですね、セットコンポーネントティックエナブルインタープトゥムーブメント。これを入れることで、エナブル、ティックの可能じゃないってことですよね、チェックが入ってないっていうことは。で、これで止まるんですよね。ここまででちょっと動かしてみましょうか。このランチの時に、です。これでちょっと動かしてみましょうか。こうすると、ほい。っていう形ですね。これ、倒れたアニメーションがループしてしまっているので、何回も踏まれたみたいになってますけど、土下寝してるみたいですね。で、この処理の後に、何入れましょうか。音を入れましょうかね。サウンド。プレイサウンド 2D を入れて、踏まれた時の音として SE ストンプっていうのがあるので、別にこれが踏まれた時の音かっていうと何とも言えないけど、とりあえずそれ用として作った効果音があるので、それを当てて、その後このテイを倒したら200点みたいな形で、入れていきましょうかね。ポイントをゲットするために、どっからでもいいですけど、このキャラクターのこのゲームインスタンス、中にあるゲームインスタンスを呼びますよっていうノードを持ってきて、ここで関数、スコア、カウントアップ。スコアカウントアップで、この死んだ、テイが攻撃を受けたっていうところで200ポイントゲットっていう形で、カウントゲットしたら、テイには消えていただきましょうということで、ライフスパン、セットライフスパン。これが、とりあえずこれに、インライフスパンを2秒、秒数らしいので2秒にして、これ今までデストロイ関数ってやつかな。デストロイって使ってたんだっけな。もう過去に説明してないかもしれないですけど、デストロイ、でも一回デストロイアクターってあったな。デストロイアクター。このオブジェクトが消えるっていうものと、このディレイ。これの、2秒。これイコール、これっていうことらしいので、なんかよく使うからこういうことになってるらしいですっていう話ですよね。そんな感じで2秒経ったら消えますっていうノードになります。で、ここまでうまくいってるか確認してみましょうかね。よいしょ。ほい。好みにもよるでしょうけど、とりあえず、踏んだら消えますっていう扱いですね。あと、ポイント増えましたかね。ポイント見てなかった。一応200点ゲットっていう感じですよね。ちょっと、もうちょっと増やしてみましょうか。オルト押しながら、
4。上にもちょっと増やしましょう。まあ今これすごい簡易的なムーブになってるんで、空飛ぶ空飛ぶキャラクターに対してもこの挙動は使えるのかなっていう感じで、ちゃんと地面を踏みしめるっていう形にする場合は、あれですね、さっき何回もやってますけど、こっちの 2D サイドスクローラーエグザンプルの中に、一応地面を踏みしめて歩くやつがあるので、この辺のデータを見てもらえると、そのバージョンもあるかなっていう形で、ただこっちの方がデータとして軽くなるので、簡易的に置くキャラクターとしてはこういう感じでもいいんじゃないかなと思います。で、ちょっと踏んでみましょうかね。この状態で上のキャラクターは踏めた。あれ踏めていいんだろうか。多分、これですね。今の状態だと、普通にチルノが手に当たっても、ダメージ受けたり、これみたいに死んだりしないので、ちょっと変な挙動になってるかなっていう感じですね。その辺を、テイの、どれでいきましょう。このカプセルにチルノが当たったら死ぬ。トゲと一緒で、このトゲと一緒で死ぬみたいな形にしとくと、ちょっと、その辺の扱いが、さっきの変な挙動、倒せるわけないのに倒せてしまうっていう挙動がなくなるんじゃないかなと思います。オーバーラップ。カプセルのコンポーネントビギンオーバーラップに、これ、ここもとりあえず 2D と打って、チルノがカプセルにオーバーラップしたらという扱いで、オーバーラップしたら、もうチルノの中にあるデス関数を呼びましょうという形で、トゲに当たった人と同じ扱いかなっていう感じですね。こうすると、おそらく横から当たって、そうだよね。こういう感じで、よいしょ。上からジャンプでいかないと倒されてしまうっていう感じですよね。で、こういう形で、今のこの状態だと多分、ここから先進めない感じになると思うんで、ちょっと、ここまでマリオっぽくってしながら、ちょっと、ロックマンと言っていいのかよくわかんないけど、氷を飛ばしてダメージを与えるみたいな感じのを組んでみたいかなと思います。で、そこが、氷を打つってなってくるとまたちょっと、やらなきゃいけないことがあるんで、どうですかね、このオブジェクトの中に、チルノが飛ばす氷の玉、この氷の玉自体もブループリントで1個用意しとかないと、用意しとかないとというか、用意しといた方が、チルノ側の方、チルノのキャラクターの中にデータを内包する方法もなくはないかもしれないですけど、基本的には玉は別で用意しといた方がいいかなっていう感じですよね。玉もまたこのアクターで、名前を BP アンダーバープロジェ
クタイル、01とかにしましょう。これチルのプロジェクタイルとかにしてもいいかもしれないですけどね。で、このデフォルトルートもちょっと邪魔なので、丸い白い玉が邪魔なので、シーンかぶせて、必要なのはスプライト。ペーパースプライトですね。ペーパースプライトで、この BICE02 の4番ですね。で、ここに関しては本当好みの状態なんですけど、前作った時の感覚だと 1.5 倍くらいのサイズが少し、チルノに対してのサイズはそれくらいかなっていう感じだったので 1.5 倍にして、スプライトはちょっとブロックオールダイナミックが最初に入っているので、とりあえずこれはノーコリジョンにしとこうかなっていう形ですね。で、次に、これに対してボックスを当てがいたいな。ちょっと右ですね。右、正確なサイズを測るために右にしてライティングなしにしとくといいのかなっていう感じで、ボックスコリジョンを、これも前やったサイズが分かってるので、48のサイズで、Z と Y は12くらい。この辺も、なんですかね、そのシューティングゲームというか、弾幕系だともっと四角をちっちゃくするっていう形に、四角というか四角じゃなくて玉スフィアを使うことが多いんじゃないかなと思うんですけど、とりあえず今回は当てやすいようにボックスで、少し大きめのボックスで用意したいなと思います。で、ここまでできたら、あとはプロジェクタイルムーブメント、先ほどのこのインタープトゥと同じ、この動きを制御するっていう形の、グループになってるんですけど、この辺で、発生したら飛んでくそうですね、発射速度みたいなのをここで設定したいなと思います。で、イニシャルスピード。イニシャルスピード、最初、初期速度、弾を撃った時の初速ですよね。それを1000で、最高速度、加速がどの程度するものなのかよくわかんないですけど、とりあえず、あんまり深く考えない場合は、初速と同じでいいんじゃないかなと思います。今回は1000にしています。で、もう一個設定したいところは、このプロジェクタイルグラビティスケールですね。これを0にすることで、これ1だとポトンポトンと落ちちゃうんで、0にしておくとシュンって飛んでくんで、スケールは0にしときます。で、そこまでやったら、イベントグラフに行って、で、今回はここのビギンプレイのところに、さっきも使ったライフスパン、セットライフスパンを、ちょっと何にも当たらないであさっての方向に飛んでったら、5秒くらいで消えるようにしとこうかなと思います。この辺は、どういうゲームにするかによるんですけど、画面から見えなくなったらっていうところを、衝突オブジェクトを画面外に用意しとくっていうのもありかなと思うんですけど、とりあえず5秒以上はこの世に存在しないような形にしとこうかなと思います。で、次に、必要なこととしては、今回はオーバーラップ、アクタービギンオーバーラップを使いましょうかね。何に当たったらっていうところで、とりあえずテイに当たったらっていう処理にしときましょうかね。
この辺あれですよね。結構そのコリジョンの設定がなんだろうな。今回このこの世界だとあんまりちゃんとこの固有のコリジョンとかを用意してないので、まあ敵だったりプレイヤーだったりピックアップのアイテムだったりっていうところは、前もちょっと話した部分なんですけど、あれですね、どこだっけ、コリジョンの方で新規オブジェクトチャンネルでプレイヤーとエネミーと、あとプロジェクタイルとかピックアップってあたりは直接設定して、現状あるこのコリジョンプリセットにと別の固有のコリジョンを持たせておくと、なんていうんですかね、これに関しては、これじゃない、この弾に当たったらっていうところで、なんていうんだろうな。今現状だと、こっち側の、何でもかんでもオーバーラップするっていう設定にしているので、定位に当たったらっていう設定にしてあるんですけど、これ自体はもうエネミーにしか当たらないっていう扱いになってたら、この辺の何に当たったらってところが、省略できるのかなっていう部分なので、これに関しては、なんて言うんだろうな。もうちょっと細かい設定をするようになったら、ちゃんと組めるようになった方がいいのかなって気がしますけど、とりあえずこれはこれでこのまま進めていきます。氷が定位に当たったら、どうしましょうかね。これでアプライ、ダメージ。アプライダメージっていう形で、別に、この関数使わなくて、関数というか、これ使わなくてもいいんですけど、よく使う、弾を受けたら、これを使うことが多いのかなっていう気がするので、これを使っておきましょうって感じですね。アプライダメージを出して、定位がダメージを受けるっていう扱いにしときましょうって感じですね。ちょっとまだこの辺あんまりちゃんと詳しくやってないので、個人的にはこの辺のダメージタイプクラスとかその辺ちゃんと分かるようになったら、もうちょっと細かいことをやってみたいなと思うんですけど、まだこの辺はちゃんとできてないので、これに関してはダメージ1を食らいますっていう扱いでやってみたいなと思います。で、ダメージ1を受けたら、この氷の弾は、ライフスパン。よいしょ。すぐに消してもいいんですけど、0.05 くらい、なんていうんですかね。触れた瞬間に消えると、当たった感がなかったので、ちょっとだけ、見える時間があった状態で、体に貫通する感じがちょっとだけある状態で、消えるっていう扱いですね。でこれが、この氷の、ブループリントの設定っていう感じですね。で、次の設定としては、チルノが弾を撃つっていう設定を、今のところ、このプロジェクト設定で入ってないので、この辺を、このインプットって扱いですね。このインプットの
今、左右に動くっていうのとジャンプっていう部分しかないので、ここに対してアクションマッピングの右のプラスをクリックして、シュート。氷を発射する形のシュートっていうのを用意して、でこの辺どうなんですかね。これあんまり PC でゲームをやってなかったので、これ何がどこのコマンドが普通なのかがよく分かってないんですけど、とりあえずエンターで攻撃ってあるんですかね。あんまり聞かない気がしますけど、とりあえず、キーボードで、キーパッドに関しては、B ボタンがよく使われるのかなっていう感じですね。で、マウスのクリックなんかも、シュートに使われることがあるのかな。これなんだろうな。これ多分エンターじゃないんですよね。どれなんだろうな。コントロール、右コントロールとか、ちょっとわかんないので、とりあえずエンターにしておきます。で、とりあえずこの、なんだろう。この辺のボタンを押すとシュートっていうアクションができますよっていう設定をここでしましたっていう感じですね。で、どこで読むかっていうと、この 2D キャラクターの操作ですね。ここの、ジャンプとかの、この辺にシュートって打つとアクションイベントっていうのが出てくるので、マウスのクリックでシュートしますよっていう形をベースで考えたいなと思うので、喋ってるとなんかすごい唾が出てくるな、これ。よいしょ。とりあえずシュートの設定ができたね。こっからシュートですね。で、どっから球を出すかっていうのをちょっと設定したいなと思います。で、それを設定するのがアロー。ちょっと矢印コンポーネントを、名前を、なんでだ、シュートアンダーバーポズにしましょうかね。で、位置関係としては100、違うか、80ぐらいか。80、10。位置関係。なんだ、このプロジェクタイルが真ん中が、起点、重心になってるので、キャラクター、こういう、なんだろうですね。氷がこんな感じで出てくるかなっていう感じですね。発生する場所がここっていう扱いにして、で、もう一個、変数を用意して、B シュートですね。B シュート。シュート変数、ブーリアンの変数を用意して、このインプットアクションが起動したら、どうしましょうか。B シュートを先にしようか。セット。セットして、押したらシュートがセットされますよという形で、次に、スポーンってやると、このクラスからアクターをスポーンしますっていう形で、これあれなんですよね、英語と日本語とで、日本語にされると、検索で何で出していいのかが分かりづらいっていう、ちょっと難点がありますけどね。とりあえずこれで、検索ワードは BP アンダーバー、どれでしたっけ？プロジェクタイル。PP アンダーバー P でプロジェクタイルが出てくるかなと思うので、あとはこの確実に必要なのがスポーントランスフォーメーションっていうことで、どこから発生しますかっていう、位置情報が必要になってくるので、そこに対してシュートポズを、さっき用意したこれのサイズを1か、これの位置を持ってきてゲット
トランス、あれこれでゲットトランスって出てもらったでしたっけ？ゲット、トランス。ゲットトランスフォーメーション。で、ソケットかリレイティブかワールドかって出てくるんですけど、基本的に位置情報はワールドにしとく感じかなと思いますね。発生する場所に関してはワールドっていう位置情報が欲しいかなっていう感じです。で、この状態で、これで、シュートポーズからゲットワールドトランスフォームからスポーントランスフォーにつながりますって感じですね。ここまで来たら、音を出しましょうかね。サウンド。フリーサウンド 2D で、名前は、これでいいかな。SE シュート。これもチュン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 言ってるだけですけどね。で、ここで、多分これが初めてなのかな。リトリガーブルディレイっていうのを今回使ってみようかなと思います。で、これが、シュートボタンを押したら、何秒間、これで言うとシュートポーズを何秒間するかっていう扱いをここでしようかなと思っていて、ディレイとかを使うと、何秒間後に確実にこっちに処理が走るっていう形なんですけど、シュートを何回も連打してたりすると、この処理がウェイト状態というか、もう一回ここで、もともと 0.2 秒後にこっちに行くはずだったものが、もう一回入力があるともう一回 0.2 秒待つっていう形でなかなか右の処理をしないっていうことにしたい場合は、このリトリガルブルディレイっていうのを使うといいのかなって感じですよね。でも今回の場合は 0.5 秒、0.5 秒ほど、このシュートポーズを保持する形の秒数を稼いどこうかなと思います。で、この状態で、シュートのセットを、シュートボタンが押されてなければ 0.5 秒に後にシュートの、ブーリアンのチェックが外れるっていう形ですね。で、ここまでやったらアニメーションの追加をしていきたいなと思います。で、ピンを1個追加して、で、順番的には、4番にここも途中だと数字が変な感じになるんですけど、4番に5番、5番に6番の5番にシュート、オプション4に05シュート、オプション5に06ですっていう形にしたいなと思います。位置関係的には、ブランチを1個用意して、セットを1個増やしてっていう形で、4番、5番って感じですね。前と同じフォルスに入れて、トゥルーはこっちに走らせて、4番、5番。で、P シュートはここ。死んでたら5番が走って、そうでなければ、で、シュートを打ってたら4番が走って、シュートも打ってなければ、それ以外の今まで通りっていう感じですね。じゃあこれで、どうなの？これでいいのかな？やってみましょうか。
よいしょ。ほい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 。ただ、現状だと、この状態でいいのかどうかは、ちょっと、あれですけどね。もうちょっと、なんか、あれですかね。動きにコマを用意した方がいいですかね。まあ、ただとりあえずこういう風にもできますよっていうあれなので、チルノのなんでやねんのポーズに関しては、これでいこうかなと思います。あとは向こう側のテイがダメージ受けるみたいな処理をしたいなと思います。で、テイに戻って、テイに戻った状態で、今回、とりあえずテイがダメージ受けたのが分かりやすいように、ちょっと 10くらいの HP を用意したいなと思います。踏んだら1回なのに、氷で10回ダメージを与えなきゃいけないっていう謎の状態になってしまいますが、とりあえず、その辺は後で自分で数字を変えればいいんじゃないかなっていう気がするので、変数、HP という変数を作って、ダメージ。アプライダメージではなく、エニーダメージ、エニーダメージどこやな。これか。イベントエニーダメージ。このアクターが何らかのダメージを受けた時のイベントっていう話ですね。先ほど、ダメージ1食らうっていう扱いにしたので、この状態で、どうしようか。ダメージを受けて、ちょっと待って。どうしたらセット、とりあえず一回ダメージを受けましたってところで、ティックエナブルを、これで一回止める。ダメージを受けたら止める。で、この状態でセットフリップブック、セットフリップブックで、この状態で、これですね、テイのダメージが、テイ02ダメージ。で、ダメージ受けた画像に変更して、ちょっと待ってください。で、音を鳴らすって感じか。プレイサウンド。2D。で、これは、どれだヒットですね。SE ヒット。ちょっと名前が、ダメージとかにしとけばもうちょっとわかりやすいかもしれない。ヒット。ダメージを受けた時の SE ヒットを当てて、当たったら、このセット。ここの値が、ゲット。元の、ちょっとこの HP の初期値を、コンパイルしてから、初期値の HP を10にして、で、初期値から、マイナス、インテジャーマイナスインテジャーにして、よいしょ。こういう感じかな。HP マイナス1で、一回ダメージ受けたら、って感じですよね。セットフリップブックからの HP がマイナス1で、こんな感じか。これで、リトリガブルディレイで、今回、ダメージ受けたアニメーションの長さが 0.4 くらいだったので、0.4
ぐらいで、弾が飛んできてから 0.4 秒後に、ここでセットか。これでセット。フリップブック。で、チルノウォークではなくテイウォーク。で、この状態になってから、セットティック。これか。セットコンポーネントティックエナブルインタープトゥームーブメント。これのチェックを入れることでまた歩き始めるっていう扱いですね。まあ、とりあえずこれで、こういう感じですよね。まあでもこれ、あれですね。まあとりあえずこういう処理にしましたって感じですね。テイは無敵っていう扱いですけどね。で、とりあえずこの、この処理をもうちょっとちゃんとしようかなっていうところでいくと、まずこの HP が0になったらっていうところを用意したいなと思います。P を押しながらクリックすると、まあ、ブランチが出てくるので、HP が、0じゃなければ、0より大きければっていう扱いでいいですかね。0より大きければ true で、0より小さかったら、ちょっともうデスの方に走らせちゃいましょうかね。ここでです。まあ、この辺も球を受けた時と踏まれた時で同じアクションじゃない方がいいっていう場合もあると思うんですけど、とりあえずまあ今回はこれで許してくださいって感じですね。で、あともう一箇所くらいダメージで、ここかな？HP リトリガブル、ここの後かな。この辺もなんか多分その、こっちが走っちゃった状態で、こっちに行くと、なんか、変な処理が走っちゃうことがあるかなと思って、まあ、ちょっと、この、HP が0になってるのに歩く方に行かないように、まあ、ちょっとこれは、この間に、なんていうんだ。これも、これかな？同じかな？これと同じでいいのかな？ここも0より多かったら、これどうなんだろうな。この処理、ここだけでいいのか？あ、これいらないか。これいらないか。今更何やっとんねんって感じ。これいらない気がするな。これで、この状態でここでこっちにデス走らしゃいいって話なのかな。これでいいのかな。ダメージ受けました。ティックを止めます。
フリップブックを変えます。音が鳴ります。HP が減ります。リトリガルで 0.4 秒後に、フリップブックで歩く方に戻るか、死が確定するかっていう。これでいいのかな。ここにブランチかませてると 0.4 秒の処理時間がちょっと早くデスが走るっていう感じになる気がするけど、どうなんだろう。とりあえずこれでいきましょうか。これでいいんじゃないのかな。とりあえずこれでおそらく10回ダメージを受けさせたら、あれそうか、この状態だとこのダメージ受けてる間はずっとダメージ受け続けるって感じなんですね。この状態だと、これだとしたら難しいな。ここの処理がもう一回こっちの前にあった方が何かといい気がしますね。何かといいというか、一応ここの間にもあった方がいいなって感じですね。ないとひたすら打ち続けるみたいな状態が続いてしまう。で、これ、どうなんだこれを、なんかちょっと不格好ですね。ただここを入れないと、なんか処理が走り続ける場合があるんですね。ここの処理が。こっちに歩くっていう処理に入っちゃうことがあるので。なんだろうな。この辺ちょっと、より良くなる方法をコメントでお待ちしてますって感じですね。よし。これで、これ、違う。あと、これで直さなきゃいけないのが、なんだっけな。これ多分死んでも撃てるんですよね。死んでも撃てちゃうっていうのを直さなきゃいけないかなって感じですね。死んでも弾が撃てるっていうのを直す。それを直すためには、シュートの部分に、この間かな。多分もっとかっこいいやり方があると思うんですけど、ちょっと、自分的にはこういう感じにしかやり方を知らねえんですよっていう話なんですね。で、これで、B です。違う。B です。トゥルーじゃなくてこっちですね。フォルス。死んでなければこの処理が押しますよっていう扱いにしましょうかね。これなんかもうちょっとかっこいいやり方があると思うんですけどね。これは本当に簡単にかっこいいやり方がある気がするんですけど、ちょっとそのかっこいいやり方誰か教えてくださいって感じですね。でこうすることでとりあえずこっちが死んでるとクリックしても攻撃ができなくなるのでっていう感じですかね。って感じです。はい。ということで今回はこんな感じで、時間はどれくらいやったんだ？どこ見ればわかるんだろうな、これ。どこを見
1時間20分やってる。いやー、でもあれですね、本当に人は誰も来ない感じなんですね。あ、もしかしてあれかな、これ、非公開にしてたっけな。ありえるけど、まあいっか。とりあえずこれで、あとは、今回はこの簡易的なキャラクターの動き方をやりましたが、もうちょっとなんかその、相手、なんかクリボー的な動き方をさせたい場合は、この 2D サイドスクローラーエグザンプルダウンロードがこのチャンネルの中にあるので、ダウンロードしてみてもらえると、こっちはこっちでこういう処理もあるのかなっていうのを見てもらえればなと思います。あとは、って感じですかね。っていう感じで今回は以上です。次が、シャープなの動く床っていうことで、これもインタープ2使ってるんで、もうほぼテイと同じ状態なので、10分くらいの動画になるんじゃないかなと思います。あと動画が長いと編集が面倒だなっていうのをすごい感じたので、なんかこういう感じで生放送でできたら、今後もやっていけたらなという感じがあります。で今回画質や音質、音量とかも、もろもろこれでいいのかチェックできればなと思います。とりあえずこんな感じで、今回はお疲れ様でしたって感じですね。じゃあいつも使ってた音をちょっと流しましょうか。はい、って感じですね。バーガーショップ。はい。って感じで、今回もお疲れ様でした。どうなんだろうな。これで人見てくれるんですかね。どうなんだろうな。今までまだとりあえず日本語でコメントをくれた人がいないので、もう本当に誰も見てない中何やってんだって感じになってたりするんですけどね。はい。じゃあまた次もよろしくお願いします。